ごきげんよう。リトリートスポットの M です。皆さんご機嫌でお過ごしでしょうか。今から去年仕込んだお味噌を開封したいと思います。この中に去年仕込んだお味噌が出来上がっていると思います。1年ぶりの再会なので中がどうなっているのか全く分かりません。ドキドキの瞬間です。毎年ドキドキするんだよね。では早速開けたいと思います。オープン。じゃーん。こんな感じで味噌が出来上がりました。容器に入れ直したいと思います。こんな感じで出来上がりました。これをこちらのホーローに詰め替えていきたいと思います。よいしょ。はい、今年のお味噌完成しました。来年のお味噌の仕込みをしていきます。大豆が届いたのでこれをよく洗って1日お水につけておきます。大豆を洗ってきました。お水を大豆の3倍ぐらい入れて、これで一晩寝かせます。で、明日火を入れてお味噌を仕込みたいと思います。おはようございます。今日はお味噌を仕込んでいきます。一晩寝かせた大豆も膨らんで大きくなりました。お水を入れ替えて火にかけたいと思います。お水を入れ替えたので圧力鍋で加熱していきます。大豆はこう簡単に潰れる硬さまで煮えています。こちらのフードプロセッサーを使っていきます。このぐらい入れて潰していきます。
滑らかに潰れています。大豆を潰し終わりました。ボウル2つに分けています。この大豆は少し冷ましておきます。で、大豆を冷ましている間にこの生麹 500g の中に 200g のお塩を混ぜていきます。中はこんな感じです。ここに 200g のお塩を混ぜていきます。そしたらよく混ぜます。よく混ぜて麹を目覚めさせます。
混ざりました。そしたらこの種と混ぜていきます。この味噌種の中に麹を混ぜていきます。ここから手で混ぜていくので、一度手をきれいに洗ってきます。耳たぶよりも硬い場合は残った茹で汁を足してください。混ざったらこっちのホーローの方に詰めていきます。マニュアルではこうお団子を作ってから詰めましょうっていう風に言われてることが多いけれど、結局潰すのでそのまま入れちゃいます。その方が空気が入りにくいような気がしています。しっかり空気を抜きながら詰めていきます。はい、詰め終わりました。そうしたらこの周りをきれいに拭き取っていきます。ここを丁寧にやらないとカビてしまうので、しっかりアルコールで拭き取ります。拭き取れたらラップをしていきます。ここで空気が入らないようにしっかり隙間なくラップしていきます。
前はさらしをここの上に置いていたんですけど、やっぱりちょっとかびちゃうことがあるなと思って、あんまりラップ使いたくなかったけれど仕方なくラップにしています。かびてしまうと元も子もないので、はい、こうやってしっかり隙間なくラップしました。で、この後蓋をするんですけれど、その前にこのお皿を重し代わりにしています。これも一応ラップをして重し代わりにお皿を置いてがっつり密閉します。で、空気が入らないようにして内蓋をして、ここが足りないから蓋をします。内蓋をして、さらに外蓋をして、これで1年間寝かせます。はい、これで味噌の仕込み終わりです。来年までお楽しみです。どうかな、来年まで YouTube 続けてられてるかな。